話もあれば、オーリーを探す旅もあれば、ジャンルっていろいろですよね。今日はその中でも、いろんなことを教えてくれると話題のあの絵本を読みたいと思います。お笑い芸人のキングコング西野さんが制作された絵本で、みんなに読んでほしいと無料で公開した上に、とっても売れてるらしいです。そうそう皆さん、今日はシロのことお母さんだと思っていいですよ。お母さんに添い寝してもらいながら読んでもらっている気分で、ぜひお聞きください。シロで煙突町のプペル絵本読み聞かせ。信じ抜くんだ、たとえ一人になっても。4000メートルの崖に囲まれ、外の世界を知らない街がありました。街は煙突だらけ。そこかしこから煙が上がり、頭の上はもっくもく。朝から晩までもっくもく。煙突の街に住む人は黒い煙に閉じ込められて、青い空を知りません。輝く星を知りません。街は今、ハロウィン祭りの真っ只中。魔除けの煙も加わって、いつも以上にもっくもく。ある時、夜空をかける配達屋さんが煙を吸って咳き込んで、配達中の心臓をうっかり落としてしまいました。さすがに視界はこの悪さ。どこに落ちたかわかりません。配達屋さんはさっさと諦め、夜の向こうへスタコラさっさ。トク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 、ドックドク。煙突の街の片隅で、あの心臓が鳴っています。心臓は街の外れのゴミ山に落ちました。ドクドク暴れる心臓に、ゴミがあれこれくっついて、ついに生まれたゴミ人間。頭はバサバサ、おんぼろ傘。口からガスがプスーハッハ。とっても汚いゴミ人間。とっても臭いゴミ人間。耳を澄ますと遠くから鐘の音が聞こえてきました。どうやら自分の他にも誰かいるようです。ゴミ人間はゴミ山を出ました。街に行くと化け物たちがうようよ。やーい、ずいぶんおかしな格好をしているじゃないか。振り返るとそこに立っていたのはかぼちゃのお化け。なんだい君は。地獄の豪華を飲み込んでハロウィンの夜を怪しく照らす。俺の名はジャック・オ・ランタン。いろんな化け物たちがゴミ人間のところに集まってきました。みんなが恐れる夜の支配者、魔女だよ。悪魔の科学者が生み出したモンスター、フランケン様とは俺のことだ。死ぬことを忘れた。私はゾンビ。みんな揃ってこう聞いてきます。ところで君は一体何者だ？僕はゴミ人間だ。化け物たちは一斉に笑いました。化け物たちの仲間に加わったゴミ人間は、トリックオアトリート、トリックオアトリート、おやつをよこさないといたずらをするぞ、と家々を回り、大人たちからおやつを分けてもらいました。そして自分より小さな子供たちには風船をプレゼントして回りました。ゴミ人間が膨らませた風船はぷかぷか浮かんで、子供たちは大喜び。よーし、次の家だ。行こうぜ、ゴミ人間。あちこち回り、化け物たちのポケットはおやつでいっぱいになりました。時計台の鐘が鳴り、みんな帰り支度を始めます。ゴミ人間は
仲間の一人に話しかけました。ハロウィンは楽しいね。また明日もやろうね。なーに言ってんだよ、ゴミ人間。ハロウィンは今日までだぜ。そう言うと、化け物たちは次々にマスクを脱ぎ始めます。かぼちゃの中からは少年のアントニオが、魔女の中からは少女のレベッカが、それぞれ出てきました。なんと、みんなは化け物の仮装をしていたのです。どうしたんだよ。お前も脱げよ、ゴミ人間。そうよ。そんなに汚い仮装、あなたも嫌でしょ？レベッカがゴミ人間の頭を引っ張った時でした。いっててててて。キャー！レベッカが大きな声を上げました。こいつ仮装じゃない！少年たちはゴミ人間からさっと離れました。あっちへ行け、化け物！町から出て行け、ゴミ人間！海に流されてしまえ！少年たちは次々に汚い言葉を浴びせました。ゴミ人間の噂はすぐに町中に広まりました。ゴミ人間だ。化け物が現れた。ゴミ人間が話しかけても、あっちへ行けよ、ゴミ人間。匂いが移る。と相手にしてもらえません。ゴミ人間はベンチに腰をかけ、プスーハッハッと臭いため息をこぼしました。そんな時でした。君が噂のゴミ人間か。それ仮装じゃないんだって？振り返れば体中すすだらけの少年が立っていました。少年はゴミ人間の正体を知っても逃げようとはしません。僕は煙突掃除屋のルビッチ。君は？名前がなければつければいい。そうだな。ハロウィンの日に現れたから、君の名前はハロウィンプペルだ。ハロウィンプペル、君はこんなところで何してるんだい？誰も遊んでくれないんだよ。プペルがそう言うと、ルビッチはわーっと笑いました。そりゃそうだろうね、プペル。君は汚いし、それに随分臭い。言ってくれるね。そういうルビッチだって真っ黒けっけじゃないか。今は仕事の帰りだからね。この通り、すすまみれ。煙突掃除は大人の仕事だろ？うちには父ちゃんがいないから、僕が働かなきゃいけないんだ。それより、そんな匂いじゃ嫌われて当たり前。うちの庭で体を洗いなよ。いいの？僕も体を洗わないと家に上がれないからね。ついでに君も洗うといい。ルビッチは僕を避けないね。なんだか懐かしい匂いがするんだよ。僕が捨てたパンツでも混じってんじゃない？ルビッチはプペルの体を隅々まで洗ってくれました。汚れはきれいに落ちて、匂いはずいぶんマシになりました。ありがとう、ルビッチ。でも口が臭いね。息を吐いてごらん。プペルは息を吐きました。こりゃ臭い。プペル、それはガスだよ。磨いたって無駄だね。二人は遅くまで一緒にいました。あなた、今日あのゴミ人間と遊んだの？大丈夫だよ、母ちゃん。プペルは悪いやつじゃない。その好奇心は父ちゃん譲りだね。町でただ一人の漁師だったルビッチのお父さんは、去年の冬に波に飲まれ死んでしまいました。見つかったのはボロボロに壊れた漁船だけ。この町では海には魔物がいると信じられていて、海に出ることを禁止されていたので、町の人たちは
自業自得だと言いました。ねえ、母ちゃんは父ちゃんのどこが良かったの？照れ屋で可愛いところあったでしょ？嬉しいことがあるとすぐにこうやって人差し指で鼻の下をこすって。次の日、プペルとルビッチは煙突の上に登りました。怖いよ、ルビッチ。しっかり捕まっていれば平気さ。だけど突風が吹くから落とし物には気をつけてね。何か落とし物をしたことがあるの？父ちゃんの写真が入った銀のペンダント。父ちゃんの写真はあれ1枚しか残っていないのに、探しても見つからなかったんだ。ルビッチはドブ川を指して言いました。あのドブ川に落ちたのさ。ねえプペル、星って知ってるかい？星？この街は煙で覆われているだろ？だから僕らには見ることができないけど、あの煙の上には星と呼ばれる光り輝く石っころが浮かんでるんだ。それも1個や2個じゃないよ。1000個、1万個、もっともっと。そんなバカな話があるもんか。嘘っぱちだろ？僕の父ちゃんがその星を見たんだ。遠くの海に出た時にね、ある場所で頭の上の煙がなくなって、そこには光り輝く星がたくさん浮かんでいたんだって。町の人は誰も信じなくて、父ちゃんは嘘つき呼ばわりされたまま死んじゃったんだ。でも、父ちゃんは煙の上には星があるって言ってね、星を見る方法を僕に教えてくれたんだよ。ルビッチは黒い煙を見上げて言いました。信じ抜くんだ。たとえ一人になっても。はい、ということで、名残惜しいですが、続きはまた今度。眠くなってきた方、いましたか？シロお母さんは本日はこれにて、シェアリンコしようと思います。ご視聴ありがとうございました。続き、楽しみにしていてください。バイバーイ。おやすみなさーい。ご視聴ありがとうございました。まだお済みでない方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。PC や一部スマートフォンからご視聴の方は画面のこちらから、その他端末をご利用の方は画面の下にある登録ボタンをクリックしてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。